チグリス・ユーフラテス川近郊で栄えたと言われている世界四大文明の一つ、メソポタミア文明。メソポタミア文明というのは、その地域で栄えた文明の総称であることを皆さんは知っていましたか？その初期を担ったと言われているのが、シュメール人によるシュメール文明です。シュメール人は、紀元前3500年から紀元前2000年に突然現れた謎の民族とされています。彼らは、後の文明に続く多くの発明を残したまま、紀元前2000年頃、突然姿を消してしまうのです。彼らは何を残し、一体どこへ消えてしまったのでしょうか。今回は謎の多いシュメール人とシュメール文明についてご紹介したいと思います。異様に大きな目と顎ひげが印象的なこちらの像。当時のシュメール人をかたどったものと見られています。シュメール人はとても高度な知識を持っていたとされています。現代のレベルと同じくらい、もしくは現代以上のものだったのかもしれません。彼らはその高度な知識によって文明を築き上げました。シュメール文明では農耕が盛んで、特に天文学や力学が発達していました。1分は60秒であり、1時間は60分。現代では当たり前になっている6時進法や1週間は7日であるという必要性を設定したのも、起源をたどっていくとシュメール文明に行き着くのです。彼らは太陽系の惑星をほぼ正確に知っていたといいます。天王星、海王星、冥王星がそれぞれ発見されたのは1781年から1930年の間のことですが、シュメール人は肉眼で見えないそれらの惑星の存在を5000年前から知っていたというのです。地球の地軸が円を描く塞差運動についても25,920年の周期で動いているということを知っていました。なんと日食や月食が起こるタイミングまで分かっていたといいます。そんなことまで分かってしまう高度な知識ってちょっと想像がつかないですよね。また、労働者と失業者を保護する法律や陪審員制度、議会の任意制など、現代にも生かされている社会的な仕組みも取り入れていたようです。その他、医学、建築、軍事、文字の発明などにも長けており、とにかく当時では考えられないほどの高度な技術を持っていました。そこまで高度な文明を築いたにもかかわらず、不思議なことにシュメール人の存在は1850年代まで知られていませんでした。現在でもシュメール文明の攻防は人類史上最大の謎の一つとされ、解き明かすことのできないミステリーとなっています。しかし、シュメール人の行方について私たち日本人にとっては見逃せない興味深い理論があります。元禄時代、日本にやってきたオランダ人歴史学者エンゲルベルト・ケンペル氏が提唱した日本人シュメール起源説です。彼によると、シュメール人の一部は日本へ渡ったのだといいます。実は、シュメールと日本には意外な共通点があるのです。三種の神器といえば、草薙の剣、八田の鏡、八坂の勾玉、先日の新天皇即位の儀式、検事等承継の儀でも話題になりましたね。実は、シュメールや古代バビロニアにも三種の神器があると言います。それは、無心のシンボルの剣、干潟の鏡、月型の首飾りです。どこか日本の三種の神器と似てると思いませんか？また、草薙の剣は日本神話に登場する8つの首を持つヤマタノオロチを退治した時に得たという話があります。シュメールの神話にも7つの首を持つ竜を退治して剣を得たという話があるのです。こんなにも似た話があると、日本の三種の神器は
シュメールの神から授かったものという見方もできますね。通称、菊の御紋と呼ばれる十六八重菊花紋は、天皇家のシンボルであり、日本人にはとても馴染みの深い紋章です。パスポートの表紙にも描かれていますよね。実は、シュメールから出土した粘土板にも、菊花紋が描かれているのです。こんなエピソードもあります。当時のイラク大統領サダム・フセイン氏がバグダッドの官邸で記者会見を行っているとき、ヨーロッパの記者があることに気がつきました。大統領が身につけていた腕輪に菊花紋が施されていたのです。記者はその紋章について触れ、日本の皇室と何か関係があるのですかと尋ねました。すると大統領はこう答えたのです。もっと古代メソポタミアのことを勉強してほしいですね。この紋章は世界最古の文明を築いた私たちの祖先、シュメール王朝時代の王族の紋章ですよ。シュメールと日本に共通するこの紋章。しかも、どちらも王族、皇族に関係するものです。果たして、これは偶然なのでしょうか。日本の古語で天皇や皇族のことをスメやスメラと言います。実は古代バビロニアにも神を意味するスメルという言葉があるのです。ちなみにスメラギはスメルの複数形です。古代バビロニアには天下る開拓者、神を意味するミグトという言葉もありますが、日本の古語であるミコトや帝とも語感が似ていますね。これらのことから古代の日本に天皇をいただいて天下った民族はシュメールの王族とその民だと考えられているのです。また、シュメール人は自分たちの国をキエンギと呼んでいました。足の主の国という意味です。日本神話では日本国は微小として芦原の中津国と呼ばれていました。豊かな足の原の国という意味で、キエンギともよく似た意味になるのです。さらに、驚きを隠せないのが、日本最古の歴史書と言われている古事記の一部をシュメール語で読むことができるというものです。赤玉は、おさえ光れど白玉の、君がよそいし尊くありけり。これは古事記にある一文ですが、これをシュメール語として読み解くと、私の愛した夫よ、病気のあなたのために祈祷をすると、宮中の僧侶が伏せをせがみます。私の王君よ、もっと度重ねて消息を聞かせてください。頼りをいただけるのを心からお待ち申しております。という意味になるのだそうです。読み解く言語によって二通りの意味が現れるなんてびっくりですよね。日本語は他の言語との系統関係が未だ明らかになっていない言語です。文法や単語のルーツをたどるのが困難とされているためです。日本語は膠着語です。膠着語とは何々を何々に何々がのように単語に助詞をつけていく言語のことなのですが、なんとシュメール語も膠着語の一つなのです。シュメール語は日本語のように母音も子音も表記しますし、漢字と仮名の混ざった同じような構造をしています。シュメール周辺では膠着語や類似する言葉は他にありませんでした。日本語とシュメール語には何らかのつながりがあるのかもしれませんね。いかがでしたか？もしシュメール人と日本人につながりがあるとすれば、突然姿を消したと思われていたシュメール人は日本に渡来していたということになるのでしょうか。それとも古代日本人が古代バビロニアへ渡りシュメール文明を起こしたのでしょうか。古代日本人といえば
縄文人の存在が浮かび上がりますが、実は世界最古の文明の走りは日本の縄文時代にあるのではないかということが近年の研究で明らかになってきました。今から16,500年前の縄文式土器のかけらが青森で出土しているためです。それよりも前から縄文文明が起こっていたとすれば、これは世界四大文明よりも古いということになります。縄文人の DNA はヨーロッパの人々にも見られるということなので、可能性が全くない話ではありません。また、少しオカルト的な話になってしまいますが、シュメール人は突然現れた高度な知識の持ち主という点から、地球にやってきた異星人ではないかという説も存在します。シュメール神話では、ニビルという惑星からやってきた異星人、アヌンナキが地球にやってきて、アヌンナキと地球にいた原始人の遺伝子を掛け合わせ、人類を作り出したことが伝えられています。シュメール神話には、天空神アヌを頂点とする多くの神々、アヌンナキが登場します。事実、シュメールの人々は自分たちを混ざり合わされたものを意味するウンサンギガと呼び、自分たちの高度な技術を神々からの贈り物と記しています。生物の進化については、ダーウィンの進化論が有名ですが、実は人類に関しては突然変異したとしか思えない短期間での進化を遂げており、猿から人への進化過程をうまく説明することができていないのです。この人類進化の空白期間であるミッシングリンクもシュメール神話を紐解くと説明がつくということです。また、これと同じような話が古事記や日本書紀にも登場しています。天から来た神々が日本列島を作り、そこに降り立って日本を建国した、いわゆる天孫降臨と呼ばれるものです。さらには、古始古伝である竹内文書にもそっくりな話が登場しているといいます。もちろん、この動画でご紹介したことが真実とは限りませんし、否定的な意見も存在します。シュメール人よりも先に住んでいた民族が徐々に文明を作り上げたというだけで、シュメール人が突然現れたわけではないという見解もあります。しかし、実際にこう解釈することもできると思うと、神秘的ですよね。シュメール人は突然やってきた異星人で、人類を作り出したのかもしれません。日本人のルーツなのかもしれません。逆に、ここまでお話ししたことはすべてただの偶然なのかもしれません。あなたはどう思いますか？